今回はスコットランド生まれのダンディーケーキを作ってみます。日本ではあまり知られていませんが、200年以上の歴史があるフルーツケーキです。作りながらダンディーケーキの歴史や名前の由来、ケーキに合わせるスコットランドの紅茶もちょこっとご紹介。よろしければ最後までお付き合いください。ダンディーケーキはドライフルーツをふんだんに使ったケーキです。特徴はドライフルーツがたっぷり入っていること、オレンジの風味があること、そして目を引くのが表面に飾られたアーモンド。なんか独特で綺麗ですよね。ダンディーというのはスコットランド東海岸にある町の名前です。人口はスコットランドでは4番目で、規模は比較的大きいみたいです。港町だったため、スペインからオレンジやアーモンド、ドライフルーツといった食材が運ばれてきていました。そんなダンディーで生まれ発展したのがケーラー社。スペイン・セビリア産オレンジを使ったマーマレードを生産する企業でした。1700年代にケーラー社はそのマーマレードとアーモンド、ドライフルーツを使ったケーキを作ります。これが人気になり、ダンディーケーキとして広まっていきました。もしかすると当時はスペインからはるばるやってきた食材で作られた異国情緒あふれるケーキっていう立ち位置だったんですかね。一方でスコットランド王メアリー・スチュアートが作らせたケーキが始まりという伝説もあります。チェリーが苦手だったメアリー・スチュアートのために料理人がチェリーの代わりにアーモンドを乗せたケーキを作り、それが現在のダンディーケーキになったという話です。ただし、こちらは伝説であり、歴史的な証拠は見つかっていないみたいです。スコットランド生まれのダンディーケーキですが、私が滞在中の小さな町ではカフェで見かけたことはありません。発見したのはスコットランドの地域密着スーパーとベーカリーでした。なんでもダンディーケーキの立ち位置はどちらかというと昔ながらのお菓子っていう感じで、日本のカフェにどら焼きがあんまり置いてないようなものなんだとか。スコットランドでダンディーケーキを探すなら、ベーカリーやお土産屋さんがいいみたいです。さて、今回は自分で作ってみるのですが、ケーキ作りは子供の頃に母が作っているのを手伝ったくらいの私。途中ミスを犯しますがご容赦ください。材料はこちら。無塩バター、ライトブラウンシュガー、ダークブラウンシュガーしかなかったので、これと白砂糖を混ぜてごまかします。オレンジ、実ではなく皮を使います。マーマレード、薄力粉、ベーキングパウダー、卵、アーモンドパウダー、牛乳、レーズンが中心のミックスドライフルーツ。元のレシピには 500g とあったのですが、そんなに大量に入れるのは腰が引けたので 400g の袋を買いました。アーモンド、塩が入っていないものを選びましょう。これが今回使う材料全部です。まずは下準備です。アーモンドに熱湯をかぶるくらいかけます。5分置いたらお湯を切り乾かしておきます。これは後でケーキのデコレーションに使います。参考にしたレシピには 100g とあったのですが、私が作ったサイズだと実際は半分ぐらいで足りました。オレンジの皮は細かく刻みます。レシピでは大きいもの1個分とあったのですが、家にあるオレンジが小さかったので2個にしてみます。実の部分は後で美味しくいただきました。卵は溶いておきます。そしてライトブラウンシュガーが手に入れば不要なステップですが、ダークブラウンシュガーとグラニュー糖を混ぜておきます。割合はだいたい3対1にしました。では生地作りに入ります。まず柔らかくしたバターにライトブラウンシュガーを加え混ぜます。ここで私失敗を犯します。バターと砂糖を混ぜた後、本来ならオレンジの皮とマーマレードを加え、その後卵も入れるのですが、すっ飛ばしてしまいました。レシピはよく見ながら作りましょう。すっ飛ばした先は粉物を混ぜる段階でした。薄力粉、ベーキングパウダー、アーモンドパウダーを加えます。さらに牛乳を加えて混ぜます。ここでオレンジの皮とマーマレードをこの前段階に入れるべきだったことに気がつきました。
焦った挙句、果物と同時に投入。大丈夫かどうかは不明です。なんとか生地が均一になったところで、最後に入れるはずのドライフルーツを入れてしまっています。本当はこの段階では卵を入れることになっているのですが、まだ気がついておりません。こんな適当で大丈夫なんですかね。ドライフルーツ 500g にドライチェリーも混ぜると参考レシピには書いてありましたが、ドライチェリーは売っていなかったので割愛。ドライフルーツ 500g もちょっと怖かったので、400g の袋をちょっと残すぐらいにしました。まあそれでも多いと感じちゃいますが。ここでやっと卵をすっ飛ばしていたことに気がつきました。順番が変わってどう影響するかわからず内心焦りましたが、後戻りはできません。卵は本来溶いておいたものを少しずつ加えながら混ぜるそうですが、焦って一気に入れてしまっています。さてどうなることでしょう。どうでしょう。なんとかそれっぽくまとまった気がします。ここでオーブンを予熱しておきます。温度は160度に設定。そしてオーブンシートを敷いたら生地を型に流します。かなりもったりしていて表面があまり綺麗になりません。こういうものなのか失敗が影響しているのか、ケーキ作り初心者には分かりかねます。そしてダンディーケーキの特徴である飾り付けです。湯通しして乾かしたアーモンドを放射状に並べます。結構綺麗じゃないですか？多少の見た目の悪さはアーモンドでごまかせる気がしますね。見た目だけでなく味もいい感じに焼けることを願ってオーブンに投入します。最初は160度で45分。その後少し低めの140度ぐらいに温度を落として60から80分焼きます。竹串を刺してきれいに抜けたら完成だそうです。ここでまたもや失敗が一つ。今回家にあったアルミの型を使ったせいでなかなか火が通らず、アルミは断熱性が高く、横や下の部分は熱が遮断されてしまっていたみたいです。ケーキ作りにアルミの型は向いてないんですね。この段階では型から出しても崩れないくらいにはなっていたので、型から出して焼き上げていきます。そして15分後、なんとかできました。焼き上がり直後は熱いので、冷めるのを待って食べます。今回は紅茶を入れて一緒にいただいてみました。イギリスは紅茶をよく飲む国ですが、イングランドだけじゃなくスコットランドも同じです。イングランドとスコットランドで何か違いはあるのかというと、個人的にはあんまりよくわかっていません。ただ聞いたところによると、スコットランド向けの紅茶はミルクティーに合うよう少し濃くブレンドされているんだそう。また、イングランドの水道水は硬水ですが、スコットランドは軟水なんです。そのため、紅茶がまろやかに入りやすいとも言われています。普段紅茶より緑茶派なのと、イングランド経験が少ないせいでよくわかりませんが、私が最近飲んでいるこれは特にスコットランド向けではないデカフェの紅茶です。スコットランドの紅茶を味わってみたい方は、スコティッシュブレンドっていうティーバッグがスーパーに売っているので、そちらを試してみてください。では、いよいよケーキをカットします。断面はこんな感じ。予想はしていましたが結構ボロボロ崩れます。ダンディーケーキはこういうものなので失敗の結果というわけではありません。多分。甘いものへの興味薄め、未知の食べ物への興味強めの夫と一緒に食べてみましょう。
黒糖とバターたっぷりで濃厚なのですが、マーマレードとオレンジピールの酸味と苦味がいいアクセントになっています。甘さのバランスが取れていてずっと食べていられる味。紅茶とよく合います。多分ですが、コーヒーより紅茶の方が合っていると思います。夫はビールを飲んでいましたが、夫曰くもうちょっと甘さ控えめでもいいかもとのこと。あと生地がずっしりしているのでもっとふわふわだといいなと。どうすればふわふわになるのか初心者にはよくわかりません。バター少なくすればいいんですかね。でも夫は美味しいと言ってパクパク食べてくれました。今回はよしとしましょう。ダンディケーキはしっかり焼いてあるので結構日持ちします。保存時は完全に冷ましてからラップとアルミホイルで包むか、または密閉容器に入れてください。こうすれば常温で 1,2 週間、冷蔵で 2,3 週間、冷凍で3ヶ月くらい長持ちするそうです。また今回は焼いたその日に食べましたが、翌日から 2,3 日後くらいが一番しっとりして美味しいんだそうです。重たくて一度にはたくさん食べられないケーキなので保存が効くのはありがたいですね。ミスを多発してしまったダンディケーキ作りでしたが、意外にも美味しく満足の出来上がりでした。スコットランドのお菓子としてはショートブレッドほど有名ではありませんが、風味豊かで紅茶との相性も良く、見た目も綺麗です。スコットランドへ来る機会があればぜひ探してみてください。発祥地のダンディまで行けば遭遇率が高まるかも。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。